驚きました。ハイサンドの外壁、女神の盾がここまで大きいとは。煙鉄大戦時、グリンブルクとエスフロストの連合軍すら弾き返した最強の盾だ。歴史上この壁を破った者はいない。機構ならどう攻める？攻略は不可能、そう思います。さすがは返礼使節殿、礼儀正しい答えだ。何の音でしょう？これは。これが噂に聞く礼拝の時間ですか？ええ。ハイサンドのすべての民は潮の女神像に毎日祈りを捧げるのです。女神の加護、ノゼリア唯一の縁故を我らに与えていただいた感謝の祈りを。すべての民が祈りを。縁故にそびえる女神像の噂は聞いていましたが、本当にハイサンドの民の心の拠り所なのですね。しかし礼拝の隙をついて悪さを働こうとする者もいるのではないか。潮の女神教の信徒にそのような不心得者はおらん。ハイサンドはすべての民に衣食住を保障し、貧困と格差をなくすために尽力してきた。その結果、他者への妬みや私利私欲で富を得ようとする者は皆無となったのです。確かに皆が平等であれば争いは生まれないだろうな。しかし完全な平等など不可能です。不可能ではない。潮の女神の教えに従えば等しく加護が降り注ぐのだ。さて、教皇と謁見する前にフレデリカ殿のことで一つお伝えせねばならない。本来ならこの国の頂点に立つ教皇がローゼル族に会うことはない。だが敬意を伝え伺いを立てたところ、施設の一員として特別に教皇宮へ入る許可が出た。ただしフレデリカ殿は謁見中の発言を控えていただきたい。口を聞くなと。なぜです？本来謁見の間に通すことすら無理なのだ。教義として理解していただきたい。グリンブルクの施設の一人をいないものとして扱うということか。ロラン様、お忍びとはいえあなたが他国の教義に異を唱えては大事になってしまいます。私なら大丈夫です。すまない。いいえ、気にせずお役目を果たしましょう。ご理解いただけて助かる。では教皇宮へご案内しよう。あちらにいらっしゃるのが我らが教皇です。教皇は女神の信託を告げられる尊きお方。そのお姿を見ることは誰にも許されていない。お言葉も司祭の井堂殿を通して伝えられます。申し上げます。グリンブルク王国から返礼使節としてセレノア・ウォルホート公が参られました。教皇のお言葉を伝える。セレノア・ウォルフォート、こたびの返礼大儀であった。汝が我が国を優先して訪れたこと、まことに嬉しく思う。もったいなきお言葉をいただき光栄です。
セレノア殿、ウォルフォート家とハイサンドには煙鉄大戦以来浅からぬ縁がある。我ら七聖人もお父上と変わらぬ友好を願っています。はい、もちろん。偉大な父に追いつけるよう一層努力してまいります。教皇からお尋ねがありました。共同採掘の調整役も汝が引き継ぐのであろうと。ならばこの共同採掘をどう考えているか、汝の真意を聞かせてもらいたいと仰せです。三国に等しく利益をもたらす価値のある取り組みだと考えます。まさに教皇も同じご意見です。ノゼリアのすべての国と民に等しく利益が行き渡れば、おのずと平和と幸福が訪れるはず。はい。しかし皆が納得する平等の実現は難しいことですが。難しいからこそなす意味がある。力を合わせてノゼリアに真の平和をもたらしましょう。女神は常に信じる者を見守ってくださる。貴公らにも女神のご加護があらんことを。イドー殿、お忍びで訪問したが、どうしても聞きたいことがある。ハイサンドは全ての民が平等に暮らしていると聞いた。潮の女神の教えに従えば加護が降り注ぐそうだが、それだけが理由ではあるまい。はははは、ご熱心ですね、ロラン王子。レグナ王も良いご子息を持たれた。平等と幸福の確信はもちろん女神の教えです。その上で我らは民に幸せをもたらす策を数多く講じています。例えば女神に与えられた生命そのものの研究、ライラ殿が司る異邦院がそうだ。その研究成果によって多くの者が病や怪我を克服し長寿を得ている。病を克服し長寿を。詳しく話を聞かせてもらえないでしょうか。ご興味がおありのようですな。ではライラ殿、皆様をご案内なさい。生命と魔法の楽譜、異邦院へ。見ろ、ローゼル族だぞ。グリンブルクからの施設だそうだ。来賓とはいえ、ローゼル族を異邦院に入れていいのか？ライラ院長が案内しているということは特例が下りたんだろう。私たち研究者の望みにはめったに許可を出さないくせに。立派な施設だ。ハイサンドの違法術が優れている理由がわかる。本来関係者以外の立ち入りはできない。見学の許可が出たのは異例です。ご配慮感謝します。先ほどのお話だと生命そのものの研究をされているとか。ええ、病や怪我を治すためにはまず生命を、そして人の存在そのものを学ぶ必要があるのです。研究次第では他国で不治とされる病を治すことも可能であると。この世に万能や奇跡は存在しません。同時に不可能も存在しないと我々は考えます。素晴らしい。その成果は我々にも与えられるのでしょうか。女神の教えを信じるなら、教皇ならそうおっしゃるでしょうね。